こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和7年度、2025年度に東京都で作られましたテレワークトータルサポート助成金のご紹介をしていきたいと思います。テレワークに関して東京都はですね、導入に関する助成金、定着に関する助成金、促進に関する助成金と様々設けておりましたけれど、今回はトータルサポート助成金として導入、定着、促進までをフルサポートするものを作っております。今回の概要ですけれど、このトータルサポート助成金ですけれど、導入、定着、促進といったところまでのトータルをサポートするだけではなく、テレワークを導入することができない企業に対しての加算措置というのも設けている。また、育児介護休業法2025年4月の改正で、育児及び介護に関するテレワークの導入というのが努力義務化をされております。そして2025年10月からは、場合によってはですね、柔軟な働き方の措置の一つとしてテレワークを実施せざるを得ないという状況もあるかもしれません。そういった中でテレワークの重要性というのが非常に増している。そしてテレワークができないという会社もある。ただ一方でですね、2025年6月からは熱中症対策というのが義務化をされている。テレワークはできない。建設業などのように屋外で作業せざるを得ない。そしてこの異常気象で熱中症になる。この熱中症対策も義務付け、防止義務というのが課されている。こういった状況も踏まえてですね、今回のテレワークトータルサポート助成金は、これらも含めた形で加算措置として運用がされているといった内容になっておりますので、まずはですね、育児介護休業法の改正内容と熱中症対策について見ていく。そして今回のメインでありますトータルサポート助成金ですね。この内容を見て最後に注意点とまとめという形になります。育児介護休業法2025年4月と10月2段階で改正というのがあります。また、労働安全衛生法関係の改正で、2025年6月から熱中症対策というのも母子義務というのが課されているといった状況になっておりますので、まずはここを見ていきたいと思います。育児のためのテレワークの導入というのが義務化ということで、3歳に満たない子を養育する労働者に関しては、2025年4月からテレワークの導入が努力義務になっております。また、要介護状態の対象家族を介護する労働者に関しても、テレワークの導入というのが努力義務になっております。そして、2025年の10月からはですね、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関しては、テレワークを含む柔軟な働き方というのを2つ選ぶことが義務になっているということで、非常にテレワークに対しての拡大というのが加速をしている状況ではあります。また一方で熱中症対策として2025年6月からは特定の環境下での作業が見込まれる労働者に対して熱中症対策の義務というのが課されているという状況になっております。こういった状況を受けまして今回作られましたテレワークトータルサポート助成金ですけれど、その名の通り取り組みの必須内容としてはテレワークをしなければいけないということで、在宅モバイル勤務等を可能にする情報通信機器等の導入とテレワーク環境の構築ですね。そして導入だけではなく実績が6回以上必要になりますけれど、従業員数に応じて助成額としては最大250万円、助成率としては3分の2補助してもらえるという形になっております。その他に加算措置として、まず一つ目は育児介護コースということで、3歳未満の子を養育する労働者、もしくは介護勤に勤している従業員を対象としたテレワークの整備、またテレワークが困難な業務従事者の熱中症対策としてかかった費用の一部ということで、育児介護コースに関しては定額で支給、そして
職場環境改善コースに関しては、人数によりますけれど、最大で50万円で、助成率が10分の10という金額になっております。その結果ですね、助成額に関しては、最大250万円、そして加算としては20万円、そして、職場環境改善で最大50万円という形で、プラスがあるといった状況になっております。そしてですね、ここの加算措置に関しましては、育児介護コースに関しては3歳未満の子、または介護期に面している従業員ということで、こちらは2025年4月からのテレワークの導入の努力義務対象という形になりますので、努力義務だけど、この助成金を使ってテレワークを進めてみるというのも非常に良いかもしれません。また、6月からの熱中症対策、テレワークができない方というのもやはり仕事柄あるかと思いますけれど、そういう方に関しては熱中症対策というのも進めていってほしいと思います。ではですね、この助成金を申請できる申請対象企業と対象経費はというところで、主な申請対象企業の内容ですけれど、都内に本社、または事業所を置く中堅中小企業で、労働者数が2名以上、999人以下の事業所になっております。そしてですね、申請にあたってテレワーク相談窓口、いわゆるコンサルティングを受ける必要がありますので注意が必要。その他に納税関係、労働基準法関係の要件はありますけれど、ここが非常に大きな要件かなというふうに思っております。そして対象経費ですけれど、まずはテレワークに関する内容ですけれど、こちらはテレワーク機の購入費用、いわゆるパソコンやモバイルというのが対象になります。ただパソコンに関しましては税込みで10万円以下という形になりますので、それほど高額なパソコンは買えないと。またリース料等も対象になりますけれど、対象期間としては3ヶ月間が対象という形になっております。また、育児介護コースにおいてはですね、研修を受ける必要がありますので、こちらはですね、研修受講がプラスで必要になってくるという形になっております。そしてまた、職場環境改善コースに関しては、遮熱のヘルメットですとか、クールベスト、そういった部分の機器、が対象になるという形になりますが、1人当たりの上限金額が決まっているといった状況になっております。こういった形でですね、テレワークを導入する、そしてコンサルティングと合わせて促進、定着を行っていくというのがトータルサポートになります。そして今後、努力義務として課されている内容に関して、企業自ら取り組んでいくのであれば、育児介護コースもあります。そしてテレワークがどうしてもできない部分に関しては、合わせてこちらは義務になっておりますけれど、熱中症対策も講じなければいけませんので、この助成金を使ってですね、トータルで対応してもらえればと思っております。そして注意点とまとめですけれど、このテレワークトータルサポート助成金ですけれど、加算項目、育児介護と熱中症対策ありますけれど、加算項目だけの申請はできません。また、支給申請においてもですね、テレワークの部分で要件を満たさなくて不支給になった場合、加算部分だけ支給されるということもありませんので、注意が必要です。また、東京都、継続してテレワーク関連の助成金を行っておりますけれど、過去累次の助成金関係受給している場合はですね、受給対象外となる可能性がありますので注意をしてください。そして申請期限につきましては、2026年、令和8年の2月の27日までとなっておりますので注意が必要です。こちらはですね、やはり暑い時期の熱中症対策、早めに対策した方がいいと思いますので、春口、夏口にかけてすぐに申請対応した方が良いかと思います。テレワークに関しましては、どんどん一層拡充してきております。育児、介護においてテレワークはもはや必須、そして時間単位も必須となってきております。こういった助成金を活用してしっかりと整備をしてほしいと思います。また、テレワークに関しては時間単位というのが原則になりつつありますので、そこと合わせて年次有給休暇の時間単位での使用というのをですね、会社においては検討してほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。
ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。